こんばんは。今週のね、有料配信の時間がやってまいりましたと。じゃあやってこうか。この辺りのイラストはね、もうみんな見飽きちゃってるから、こういった顔するのはいいんだけど、こだわりがないのよな。恥ずかしいだけで終わってたらダメなのよ。例えば口とかにすごいグニャグニャさせるとかになってくると、また感情が違うと思うのよ。無理やりやらされてるのかなとか、なんか欲しいね。ただ恥ずかしいだけだったら別に誰でも書けんねん。なんで恥ずかしがってんのかとか、今メイドになりきってるんだけどなりきってないようなところとか、不安そうな目つきにしておくとかね。あなたの解釈が入ってないから、これで終わんねん。個性って一番そういうとこに出てくるの。さぎりくん、色合いが悪い。このイラストの光源っていうのは、この後ろの光でしょ？ここが一番明るくないといけないのに、暗く落としてしまってるから雰囲気が逆に悪くなってんのね。あからさまにこっちの方が色合いがええから、そういうのはあんまりやらん方がいいかな。で、体より顔が手前って言ってるけど、体より顔が手前っていうのは、前のめりになって、こんな感じよ。この体勢やったらさ、迫力がないやろ。やり直し。はい、次。ヒロム。頭の形がね、そこまで統一されてないっていうところ。このスイちゃんの場合やったりすると、後頭部がなんか薄いようにも感じるし、この二人はなんか合ってんねんけどな。あと、足とかの描き方にね、あまり骨が入ってないように見える。どっしりとね、構えるようなね、素体であるべき。なんか中途半端にね、リアルな体型の人が入りすぎてるっていうところかな。手の描写とかを、こんな感じで、ちょっとブロック状に分けるようなね、描き方とかをした方がいいかな。ネンドロイドとかを参考にしたらいいかな。とにかく頭の形を直していきましょう。おう、美味しそうやな。ぼかしてるのとかをくっきりさせてる感じも出てて。いいでしょう。オッケー、合格。次、青くん。全部パサパサ。ここは、ただの背景の水彩画を描いてくるとこじゃねえのよ。だってさ、ここにやで、てるくんのような絵柄の白髪がいてたとしよう、ここに。こうなってくると、あからさまに絵柄が違うやろ。ここはあくまでイラスト的に描いてきてほしいね。なんならこういうのもちゃんと質感を使い分けよう。一部こう切り取っただけやったら、正直水なのか水じゃないのかさっぱりわからんからな。こういう壁紙のタイルがなっていう風になるから。全然違和感ないよ、こうやって入ってしまったら。こんな感じに見えてるよって話よ。みんなこうやって筆跡残すのはいいけど、質感を出すために筆跡っていうのはこう残すね。この質感は、こういったザラザラしたようなもんになってるから、こういうとこに入れてもしっくりくるよねって話。もっとちゃんとイラスト風に描いてくださいね。ほな、次。フル、ファンデュー。これを狙ってるのか狙ってないのかがわからないの。もうちょっとわかりやすくしてほしいかな。例えば、このマックシェイクかなんかを見つけて飲もうとしてた時とかやったらさ、ちょっと口開けて少しよだれみたいなの垂らしてたら、これ狙ってたのかなみたいなのかわかるけども、ただ単に、ってなってるだけやから、刺さらんのよね。知らない人にも刺さろうと思ったら、もっと状況をわかりやすく。こことかにハンバーガーとかもあったりしたら、狙いに来てたのかなみたいなんてわかりやすいじゃん。そういうのがちょっと欲しかったかな。次、祝や。もうちょいね、ここがね、明るいかな。パッと見で、こっちって、この奥底が見えんのね。この辺りが見えにくくなってるかな。あとは、この光が入ってきて、ちょっと干渉してる部分あるよ。これがね、パキッとやりすぎかなってとこかな。で、ここももうちょっと明るくなってると思うねんな。なんでこれ結構厳しく言うかっていうと、これってごっちゃになりがちな部分やから。黒く潰れてしまう部分とかを回避するためのやり方やから。ここもね、光の回り込みみたいなんとかはよく書くことやから。この一個の手間があるだけで全然ね、立体感とか変わってくるから、このあたりやな。頑張ってください。次、アルゴン。リツイートはダメでした。奥行き感が分かりにくいから。これに距離の順番をつけていくんだとしたら、まずこれが出てくるでしょ？で、次に顔が出てくる。そうなってくると、髪の毛とかってあまり距離感変わらなくないか？もうこの辺とかになってくると、背景とかと合体してしまって、キャラクターのシルエットが潰れてんのよ。ここもこうやってハイライトが繋がってるからこんな感じに見える。この部分を解消しなきゃいけないね。入れるんやったらもっとしっかり入れる。こういうところも、こうなんかまっすぐやってるけども、めっちゃ被ってるやん。この下のスカートのラインと。全然見やすくないのよ。そのあたりが影響出てたんやろな。次、ポーク。この時間に餃子か。パリッと感がしっかり出てますね。これは、まあ、OK かな？美味しそう。みんなね、頑張ったら、こんなんできんのよ。おしゃだけしかできひんってなるかもしらんけど、俺こんなんかけたんだよなっていう風なね、
しっかり自信にしてほしいねんな。頑張らないとこんだけ描けないからね。牛尾。みんなね、なんかちょっとずれてきてるけど、これだったらドンキホーテとかサンリオとかのそのあたりのキャラクターになっちゃうんだよな。ラノベに出てきそうなやつって言ってるんやな。みんなが進む道としては、多分、サンリオ系のキャラデザじゃなくて、ゲームのキャラとか目指していくんだったら、ライトノベルとかのお仕事とかが通るやろなっていう話をしてるわけやからね。てか、足メインのイラスト。これは OK だけど、こういうところにもね、なんか一体感が欲しいよね。例えば、こんなんとかね。これやったらさ、二人で一緒にやったような感じがせえへん？ただこれだけやったりすると、想像ができひんのよ。だけどせっかく二人でやってんねやったら、さあ一緒にやりましたよっていう感じで、この前後感がこのタイトルだけで想像できるやん。タイトル変えただけで多分全然変わると思うよ。次。これは何？鏡に映ってんの？この反射が薄すぎるせいで、ただ単に白っぽくなってるだけに見えてる。例えばこの辺りとかにもっと強いのを入れて、これだけでいい。で、うっすらと下の方は暗く。この辺だけ薄くなってるだけやから、分かりにくいね。そんなんやったら、邪魔にならんようなところで、強い反射とかを入れてる方が、鏡っぽいなっていう風に認識してくれんのよ。あと、この鏡の質感にもっとこだわりましょう。全体的に金属の質感が古臭い。もっと高級感あるようにしよう。そのあたり頑張ってください。次。コーダはだいぶ似てきました。だけど、余計なのが、このあたりってのはかなりへっこんでるから、もう見えなくて OK。ここが余計です。ここを削っただけでだいぶスマートにかっこよく見えるな。鼻も目一つ分のところらへんに頂点があんねんから、それだったらこの分同じぐらいに伸ばしてあげたいねん。だから、かけこちゃんの鼻の高さを割り出すんだったらこのあたりになるわけ。みんなだから鼻の高さに迷ってんねんって言うけど、迷うはずがないのよ。自分がだから結局どこが頂点かって考えてないだけやから。今俺がやったことっていうのは、鼻の頂点ってだいたい目のこれぐらいの高さなんやなっていうのと、じゃあどれぐらいはみ出してんのっていうのを計算しただけやん、こうやって。ところ、これで目の同じぐらいの高さのとこにあるんですって言って。じゃあどれぐらいやったっけみたいなところもピッて伸ばしたぐらいなら、こう書くだけで鼻の頂点なんか出てくるやん。それに合わせて書けばいいだけよな、あと。人の顔なんて計算で書けるぞ。ここも目の形が揃ってないから、揃えて。片方が上がるような癖持って持てるから、そこを直しましょう。ミネタくん。顔のドアップの割には全然荒い。ブラシアートとかがあまりにも分かりすぎる。ドアップっていうものだから書き込む部分っていうのがめちゃくちゃ絞られるわけ。一番みんな全部ピントが合ってる状態だと思わなあかん。ここで大事なのがドアップで書いてる時っていうのは書き込む能力が必要なわけだ。それなのにこんなもんだったかっていう話よ。模写の課題の時にこんな雑なもん持ってきたら合格出しないやん。まるで本物のように書いてきてくださいっていう風に言ってたやろ。だからドアップの割に全体的に粗雑なイラストやんやったらそれは点数的にこんなもんでしょうねって話。全然ね書き込みレベルが足らないですね。次、しなちゃん。これね、悪いところがあって、今これビクってしてるやんか。これでね、流れが止まっちゃってんの。ビクっていうのはええねんけど、動いてる流れは統一せんなあかんねん。だから、星雲スカイは、この角度でビクンってなってるわけよ。全部もうこの角度にしなきゃいけない。こいつらいらないのよ。上にビンって飛び跳ねやんなあかんのに、この黒線のせいで動きが止まってるし、シルエットをでかく感じさせてるし、境界が分かれてたもののところに、こう線を引っ張ってしまうから、背景とキャラが混ざってしまってんねん、こうやって。この線がさ、入ると、キャラクターと背景に奥行き、なんか見えんくなってね。この黒線の方が手前に来てるようなっていう感じがせえへん。だから、背景とキャラクターが混ざったような感じになってしまったよね。なので、今言ったものを消してみる。この黒い線を。それだけで見やすくなるよ。で、今さっき言った流れ、目立つ流れここやんか。これに合わせやんなあかんねんな。だから、これ手とかも合わせちゃってるけど、そうじゃなくて、これは全部、こっち側に合わせねん。で、上だけじゃなくて、下もちょっとブレてもいいねん。こういう風に書いたら、さらに伸びてたんじゃないかなって思うわ。ほな、次行こうか。よく書けてるね。お見本が来たわ。これは合格。すごいしっかり書けてる。なおかつ、配色バランスがとてもいい。キャラクターの配色バランスを考えるときに、
まず、ファンタジーって、まだまだ染色技術ってのが劣ってるわけよ。じゃあ、何で染めてたかっていうと、植物とか木の実とかを潰して、それを染料にして染めてたわけよ。顔料とかもあったけども、今みたいに、その色だけを抽出するっていうのができなかったから、基本的に潰して、質が悪いのよ。染める色合い的に。だから布とかっていうのは鮮やかな色をしてるんじゃなくて、こうちょっと落ち着いた色を使ってんのよ。で、とにかく目立ちやすいのが金装飾だったりだとか、牙を使っているものだったりだとか、金装飾とかアクセサリーだけは綺麗なわけよ。だから当時はめちゃくちゃ高価だったわけよ。当時の赤い絵の具とかっていうのがめちゃくちゃ高いのは、あれは宝石が使われてるから。ファンタジーの配色は地元の伝統工芸品の売り物を参考にしました。おー、偉い、素晴らしい。そうだね。ファンタジーをやっぱ盛り上げてるのは、各国の文化の違いみたいなデザインが最終的に世界観を広めることになるわけよ。だからこの子をパッと見た時に感じるのは、雪国みたいなイメージがあるやろ。肌が白くて、ファーをつけて、マントも着てんのに、さらに長袖も着てっていうとから、寒い地域の子なんかなみたいなイメージがあるやんか。靴買って二重で巻いてるやん。だから近未来になってくると、色なんて自由自在やから、ファンタジーの世界の人たちが求めていた原色の色をふんだんに使えるわけよな。じゃあ、ファンタジー、次学生ってなってくると、学生は、こんなおちゃらけた格好しちゃいけないんですよって言って、規則正しいみたいな、ルールに基づいたっていう感じの服装だね。だから制服って制って書くやんか。制限された服って書くやろ。だから統一感のあるような服装になるわけだ。学びに対しての制服やから。だから、合わせたりするとごっちゃになってるから、中途半端すぎてダメって言ってるわけだ。これは、よく書けてます。合格です。次、これは誰だ？アイドリッシュセブン。でもそうだな。一つ悪い部分で言うと、服の塗りと、肌の塗りと、髪の毛の塗りが、全部コントラスト一緒。だから質感の違いがさっぱりわからへんって感じや。このまま、こういう描き方をしてると、点でいい方って止まってしまう。で、全部の色合いが、オレンジ色に落ち着いてしまってるやろ。勝利したかわからんけど、なんか買ってる色じゃないよな。コンサートとかライブとかで、祝ってる色じゃないよな。思い出の中の一シーンみたいな感じになってくる。なんかこの祝ってる色感じゃないよな。そのあたり気をつけないと、数字を伸ばしていくのは難しいかな。次、くるみちゃん。これね、合格はしてるけど、物が握れてない。手を持ってるやつはこれ全然ダメ。で、パース変なんわかる人、やっぱこれ二次元イラストならではのごまかし方やな。だってやで、これ切り取ってさ、さっきの角度と思う？これ普通なんか、ただの立ち絵の角度ってのはもう変わらへん。なんでかっていうとな、これ背景だけで言うとすっごい上から見てるよな。アコだけ切り取ったバージョンやったりすると、この資料から見えるに、これぐらいの角度じゃないと変なわけよ。こうやったらしっくりこうへん？こういう状態なわけよ。だけど、アコだけ切り取ると、ただの立ち絵と変わらへんのね。それはどこで判別ついてるかっていうと、背景とか勉強してたら多分出てくるってもアイラインっていうのがあるわけよ。俺たちが今見てる目の高さなわけね。肩の高さが何も変わってないからや。上から見てるんだったら、角度がこうなるはずや。だから、真横から見た図で言うと、こうなってて、こういう感じ。意味わからんよな。こんな感じになってるっていうことやな。次から気をつけようね。次。もう一回書き直しだな。だって、この耳、これダメな理由わかるよね、みんな。煽りの時は煽り用に耳ちゃんと書いてるのに、俯瞰で見た場合の耳になってないやん。で、なおかつこのアクセサリーがさ、上から見た視点と、この斜めから見た視線と一緒になってるやん。上から見てんねんから、この三角形かって角度が変わらんなあかんよな。上から見てんねんから、このアクセサリーかって、耳が今、上から見てる耳になってるわけやな。で、上の面があって、粒があって、っていう風になってるわけや。こうやって。で、耳に対してピアスがこうついてるわけ。このまま下に降りて、この耳の角度と一緒の、この三角形の形にしとかなあかんよな。ただ単にこれをコピペしてくっつけてんのと大して変わらんことをやってたんや、これって。だからここの角度に合わせて、煽りの時かって同じことをせんなあかんけよ。だから本来やったらもっとこう角度つけてほしいんやね。こんな感じでやった方が、ちゃんとこのピアスつけてるっていう風に見えるでしょ。こういうところが抜け取るぞというお話じゃん。こうやって斜め向いてんねやったら、ピアスの形も一緒のようにするなりしなきゃ変なのよ。次これ。
これいいですね。タイトルね。原作ってこういうシーンなかなか見れへんっていうのは、もうみんな周知の事実なんやん。これこそが二次創作よな。普段見れないやつを見たい。まさにこれのことよ。これ素晴らしいですね。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。赤毛さんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。